恋をすると大抵の人はちょっとおバカになると思う。昔からアバタもエクボなんて言うし、欠点すら美人に見えてしまうくらい脳内にドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質が大量に分泌されるせいらしい。そうして夫は尻軽女子に見事に引っかかった。私の名前はカズハ、32歳。3年前に同じ会社の同い年の男性、ユキトと社内恋愛の末に結婚した。会社は業界ではそこそこ名の通った厨房機器メーカーだ。社内恋愛といっても部署が違うので、周りに気づかれることもなく、結婚を公表したときはちょっとしたサプライズになった。私は35歳くらいで子供を持ちたいと思っていたので、それまでは共働きで貯金をしようと思っていた。ユキトは、いいんじゃない？産むのはカズハだし、大変なのもカズハなんだから、俺もできるだけ協力するよ。と言ってくれた。その時は優しいと思ったけれど、受け取り方によっては私に丸投げしているようにも見える。でも、その時は恋愛真っ只中だったので、そんなこと思いもしなかった。恋愛中の女性は少しでも彼氏に可愛いとか綺麗だとか思ってもらいたくて、ちょっと無理して高いヒールの靴を履いたり、ぼっこりお腹を引き締めるためにきつめのガードルをつけたり、寄せてあげるブラで谷間を作ったり、男性に人気のファッションを研究したり、料理本を買って3時間かけてお弁当を作ってあげたりするものだ。私もそうだった。男性はそこまでじゃないかもしれないけど、ユキトは荷物を持ってくれたり、ドアを開けてくれたり、ちょっとしたプレゼントをくれたりしていた。要は二人とも素の自分ではなくて、ちょっと無理をしていたのだ。でも恋愛中ってそういうものだと思う。人にもよるとは思うけど、私は結構恋愛体質で思い込みが激しい方だ。こんなに素敵な人が私なんかを好きになってくれるなんて。この人に出会うために私は生まれてきた。本気でこんなことを思っていた。待ち合わせの時間に彼が遅れると、もしかして事故？から悪い想像が膨らみ、彼に何かあったらどうしようと泣いてしまったりしていた。夜中にどうしてもユキトに会いたくなってタクシーを飛ばして彼のマンションまで行ってしまったこともある。彼は驚いたけれど喜んでくれて、何せ恋愛真っ只中だったので、そのまま玄関で熱く愛を確かめ合ってしまった。恋愛クライマックスの時に結婚を決めた。世界一幸せな花嫁になると本気で思っていた。あれから3年。今はもう恋愛中の自分を思い出すのも恥ずかしい。なぜあんなに盛り上がれたのか。あの頃の気持ちはお互いの中にすでになくなっている。ありがちだけど、最初につまずいたのは結婚準備の時だ。計画的で事務的な話し合いや手続きを2人でするうち、ちょっとしたことで些細な喧嘩をするようになった。披露宴で出す料理で揉めて、ドレスで揉めて、お互いの出席者で揉めた。中でも私がショックだったのは、出席予定者の名簿を見てユキトが、この男誰？親戚じゃないよな。と言ってきたことだ。近所に住んでるんだけど、私の2つ上でね、お母さん同士が高校の同級生なの。親戚じゃないけど、子供の頃から一緒に育ったようなもので、ほとんど兄弟みたいなものだよ。私がそう説明しても、ユキトは納得しなかった。親戚でもない男を招待するのはやめろよ。周りが誤解するかもしれないだろ。俺は嫌だな。俺の知らない男がカズハを子供の頃から知ってるってだけで不愉快だよ。別にやましいところは何にもないし、周りだって気にしないと思う。そう。ユキトは思ったよりもずっと嫉妬深い男だった。それでも、その時の私は、こんなに愛されている私に酔っていたので、彼の嫉妬心まで美化して受け止めていた。
新婚旅行先も大いに揉めた。南の島でのんびりしたい私と、ちょっと周りから、おーっと言ってもらえそうなヨーロッパツアーを推すユキト。ユキトはバイエルンでノイシュバンシュタイン城を見てきたよ、とか言いたいだけなのだ。多分舌を噛まないように練習するに違いない。ハワイとかグアムとかみんな行くじゃん。つまんないよ。そう、ユキトはちょっと見えっ張りで他人からすごいねと言われるのが大好きなタイプだったのだ。結局予算と日程の関係でグアムに決まった後もしばらくブツブツ言っていた。新婚旅行に出発する日、母から成田離婚とかやめてよねと言われた。いや、利用するのは羽田だしと思ったが、その昔新婚旅行に出かけた夫婦が帰国した途端に離婚してしまうのが成田離婚というドラマにもなったくらい話題になったらしい。羽田離婚とはならなかったが、少しだけその気持ちは理解できた。同棲でもしていれば別だったのだろうが、初めて数日間24時間一緒にいて、お互いに今まで見えていなかった部分が見えてきて、ちょっとしんどかったのだ。新婚生活も最初のうちは良かった。まだお互いに相手に遠慮して気を使っていたし、嫌われたくないという気持ちもあった。共働きなのだから家事は分担しようと最初に決めていた。朝食はユキと、夕食は私。お風呂掃除とトイレ掃除とゴミ捨てはユキと。その他の掃除と洗濯は私。だいたいそんな感じで決めたのだが、ユキとがちゃんと自分の担当をこなしてくれたのは最初の1ヶ月くらいだけだった。寝坊して朝食が作れず、ゴミも持っていかない。お風呂もトイレも全然きれいになってない。結局私がやることになるのだ。ちょっと、お風呂ちゃんと洗ってる？洗剤使ってないんじゃないの？湯垢が全然落ちてないよ。毎回そんな文句を言うのがめんどくさくなって私がやるようになったのだが、それも良くなかったのかもしれない。一緒に暮らし始めてトイレ問題も浮上した。やっぱり女心として自分が入ったすぐ後に入られるのは嫌なものだ。私はちょっと便秘気味でトイレ滞在時間もやや長い。一緒に暮らし始めて数日後、私がトイレから出るとユキトが駆け込むようにトイレに入り、出てきた時に言ったのだ。お前トイレ長いよ。しかも臭いし。これはショックだった。私だってユキトの後に入って臭いなと思ったけど口にはしなかったのに。でも一緒に暮らしているのだから避けては通れない生理現象だ。ネットで検索してみたら結構悩んでいる人も多くて、そこに書かれていた消臭スプレーを購入して使うようになった。ちょっと汚れが気になったので、最近は男性も座っておしっこする人が多いみたいだよ。私がそう言ってみると、なんで知ってんの？会社でアンケートでも取ったの？ギャグなのか何なのかわからない反応をされた。いや、ネットで見て、ネットの情報なんか鵜呑みにするなよ。俺の周り、座ってするやつなんかいないよ。そう言われてしまうと引き下がるしかない。その時はトイレ掃除担当はユキトだったので、まあいいかと思ったというのもある。私が掃除するようになってもう一度ユキトに言ってみたが、うるさいな。そんなことまで命令されなきゃいけないのかよ。とムッとして言われて、それ以上何も言えなくなった。恋人時代には見たことのない顔で少し怖かったのだ。自分はまともに家事ができないくせに、私の作った料理にはめちゃくちゃ文句をつける。しかも一番嫌なパターン。母親の料理と比べるのだ。お前の作った煮物うまくないな。今度俺の母さんにちゃんと教わってこいよ。お前のカレー市販のルー使ってんの？母さんはルーから自分で作ってたけどな。専業主婦と共働きしてる私を一緒にしないでほしい。残業で遅くなった時にスーパーのお惣菜を買って帰ったら文句を言われた。
スーパーの惣菜とかありえないだろ。母さんは一度もそんなの出したことないよ。疲れていたこともあって、この時は私もブチギレた。文句があるなら自分で作れば？私、残業で遅くなるって LINE したよね。あなた先に帰ってたんだから、夕食の支度してくれたっていいと思わない？何キレてんだよ。残業になったのはお前の仕事が遅いからじゃないの？俺はさ、営業なの。お前は経理だろ？営業の仕事の方が大変だってバカでもわかるだろ？営業の人たちがいい加減な経費を請求してくるから、私たちが残業になったんじゃないの？絶対こんなの経費で落ちないって言ってるのに、無理やり領収書を置いてったりするから。同じ会社に勤めているというのも考えものだ。ユキトは営業としてはなかなか成績が良くて、給料も私より多い。最近ではそれを鼻にかけて、お前は俺より給料少ないんだから、その分家事をやるのは当たり前だろ？などと言ってくる。給料の差額分以上に家事やってると思うけど。実際ほとんどの家事は私がやっているのだ。するとユキトはため息をついて、やれやれ。と言って肩をすくめる。これが私は大嫌いだ。あからさまに私を見下して馬鹿にした態度なのだ。全く生活環境の違う二人が一緒に暮らすということは思った以上に難しいことだった。お互いに対する尊敬や思いやり、理解しようという気持ちや譲り合う気持ちがないとあっという間に破綻してしまう。そしてお互いに恋人時代はこんな人だと思わなかったと思うのだ。結婚して1年が経つ頃には恋愛時代のふわふわした気持ちも消えて、相手のあらばかりが目立つようになった。それでも浮気するわけでもないし、暴力を振るったり、賭け事をするわけでもない。結婚生活なんてこんなもんかな。諦めとともにそう思うようになっていた。今日同期の飲み会があるから遅くなる。夕飯いらないから。ある日の朝、ユキトがそう言ってきた。思えば新婚の頃は一緒に通勤電車に乗って仕事に行っていた。最近ではお互い自分のペースで支度をして別々に出勤することも多い。会社内で顔を合わせることはそう多くないからいいのだが、夫婦でお店をやっている人なんか24時間一緒なのだからすごいと思う。その同期の飲み会のあった夜、帰宅したユキトはかなり酔っ払っていた。お前さ、結構営業連中に人気あんのな。すごく久しぶりにユキトに言われて嬉しいと思える言葉だったが、その後に続いた内容に耳を疑った。だから、お前の色っぽいとこサービスして話しといたぜ。最悪だ。酔っ払いとはいえ、なんてことを言うのだろう。これから営業の人たちと顔を合わせづらいではないか。それは災難だったね。カズハってちょっとお堅いイメージあるから意外性があって受けたんじゃない？昼は真面目な女性社員、夜はセクシーな奥さん。いいじゃん。同僚のみのりがそう言って笑う。いや、全然良くないんだけどな。しかしそれ以来、なんとなく私に領収書を持ってくる営業の男性が増えた気がする。しかも、ちょっとしたお菓子なども差し入れてくれる男性社員が増えた。モテてるじゃん。いいことだよ。結婚して3年。そろそろ倦怠期なんじゃない？多少刺激があった方がいいって。みのりは無責任にそう言うが、そろそろ倦怠期じゃなくて、もうとっくに倦怠期だと思う。ところがユキトは自分の蒔いた種だというのに勝手に嫉妬して私に文句を言ってくる。なあ、最近お前営業の男たちにチヤホヤされていい気になってんじゃないの？勘違いすんなよな。この人は一体何が言いたいんだろう。それから1週間ほど経ったある日のこと。今日は仕事で遅くなるね。朝出勤前に私がそう言うと、突然ユキトが、浮気だろと言い出した。え？仕事だけど？年度末だから決算業務や財務報告の準備があるのよ。何をバカなことをと思ったが、
どうやら本気で疑っているようだった。営業の山田が今度食事に誘っちゃおうかなって言ってたぞ。誘われたけど。え？誘われたけど断ったよ。冗談っぽい感じだったし。断ったのかよ。山田ってモテるんだぞ。営業先でも女性人気高いんだ。本来ならお前なんか相手にしないんだからな。いや、だからこの男は一体何が言いたいんだ？妻に浮気をしてほしいのか、それとも妻をバカにしたいのか。俺なんてラブレターもらったから。え、山田さんに？バーカ、なんで俺が男からラブレターもらわなきゃいけないんだよ。営業の女の子だよ。サリーちゃんって胸の大きな可愛い子。あの子ね。よかったね。可愛い顔をして胸の大きな女の子だ。いかにもユキトが好きそうなタイプだが、全然腹が立たなかった。嫉妬もしなかった。その時、私はもうこの男の人を好きではないんだなと改めて実感した。ユキトくん、サリからラブレターもらったの？そうか。ついに妻帯者にまで魔の手を伸ばしてきたか。私から話を聞いたみのりが腕組みをしながら言った。何よそれ、どういうこと？まあ、あくまで噂だけどね。かなり信憑性高いと思ってるよ。今年2年目の営業女子だけど、成績はトップクラス。それも、お色気スキルのおかげだとか。営業先だけじゃなく、うちの営業の独身男性はほぼ味見してるって。さすがにそれはないんじゃない？でもサリさんって結構無茶な領収書を持ってくる人よね。さあさあ、これあんたのデート代じゃないの？みたいなおしゃれなお店の飲食代とかね。まあ営業成績いいから上司も払ってやれって言うし、男と女が同じところで働いていればいろいろあるわよ。それにしても男ってロリ顔で胸の大きい子好きだよね。とみのりがため息をつく。確かにユキトもそういうタイプの芸能人が好きだ。気をつけた方がいいよ。みのりは心配してくれたが、私はなんだかどうでもいいと思ってしまった。浮気したら別れるからいいわよ。むしろきっかけになってくれたら嬉しいかも。カズハ、あんたそれもう終わってるよ。そうかもしれない。ユキトが浮気をしたと想像しても腹も立たない。そりゃ若くて可愛い胸の大きな女の子に夫を奪われた女と言われるのはちょっと腹立たしいけれど、そんな話をしていた翌週、ユキトが珍しく、今週は土曜出勤なんだ。営業先が今日しか時間が取れなくて。とかなんとか言い訳をして出かけていった。そしてそれ以降、帰宅が遅くなったり、休日にふらっと出かけてしまうことが多くなった。あからさまに怪しいので、最近休日出勤とか多いよね。浮気でもしてるんじゃないの？そう聞いてみたことがある。浮気なんかしてないよ。そう答えるユキトはどこか楽しげで、自分が悪いことをしているという認識は全くなさそうだった。こんな顔を以前はよく見た気がする。そう、恋人時代、お互い相手に恋をしていた時の表情だ。浮気じゃなくて本気ってことか。恋人時代はユキトが他の女の子と話すのも一緒にいるのを見るのも嫌だったのに、今は何とも思わない。頃合いを見て離婚を切り出そうと、ユキトの不貞の証拠を着々と集めた。そんなある日、私が離婚を切り出す前に事件が起きてしまった。40半ばくらいの男性が会社に乗り込んできて暴れたのだ。どうやらサリさんが営業していたお客さんらしい。結婚するって言っただろ。だからここの製品を買ってやったんだ。散々気を持たせて、今更何もなかったことにしようなんて許さないぞ。妊娠したから、あなたとは結婚できないってどういうことなんだ。どうやらお店の厨房機器を大量に買い替えたらしい。決して安いものではないので、騙されて買ったのなら怒るのも無理はない。いや、ちょっと待って。サリさんはユキとの浮気相手のはず。
妊娠って？騒ぎを聞きつけて他の部署の社員も集まってきた。営業の男性が声を上げた。ちょっと待てよ。妊娠ってどういうことだ？俺は聞いてないぞ。俺たち別れたの半年前だから、俺は関係ないよな。酒飲んでホテル行ったけど、俺たち何もしてないよな。なんと3人の男性社員がサリさんとの関係を口にしたのだ。ユキトを入れれば4人だ。その他の営業部の男性たちもちょっと気まずそうに顔を背けているところを見ると、こないだみのりが言っていた営業部の男性のほとんどと関係を持ったというのは本当なのかもしれない。するとサリさんがとんでもない行動に出た。ごめんなさい。お腹の赤ちゃんのパパはこの人です。サリさんがユキトの腕に自分の腕を絡ませた。え？ユキトが本気で驚いているところを見ると知らなかったらしい。営業部の人たちも集まってきた野獣馬たちもざわついている。視線が私に向けられて居心地が悪い。決心のしどきかもしれない。間もなくお昼休憩だったので、私は会社を出ると役所に向かい、離婚届をもらってきた。コンビニでおにぎりを買って会社に戻ると、みのりが自分の席でお弁当を食べていた。ちょっと、どこ行ってたのよ。これもらってきた。そう言って離婚届を見せると、早っと驚いていた。だってもうあれじゃ言い逃れなんかできないでしょ。証人もたくさんいたし、しっかり慰謝料取って離婚するわよ。結婚してから2人で貯めた貯金が600万くらいある。本来なら共有財産だから折半だけど、慰謝料としてまるっといただくつもりだ。みのりからあの後の顛末を聞いた。乗り込んだ男は屈強な男性社員たちに取り囲まれてもひるまず、結婚詐欺だ、訴えてやると騒いでいたので、営業部長が別室に連れて行って話をしたらしい。なんでも部長が複数の男性と関係を持つような女性ですよ。結婚前に分かってよかったじゃないですかと諭したみたいよ。それでちょっと料金を割引して納得して帰ってもらったみたい。その後、ユキトとサリさんも別々に話を聞かれ、多分転属処分になるだろうということだった。カズハは辞めたりしないよね。みのりがちょっと心配そうに聞いてきた。当たり前じゃない。私は何も悪いことしてないもん。そりゃ多少居心地は悪いだろうけど、これで晴れて独身に戻れるんだから気にしないわ。私はすでに離婚したつもりになって快適な独身生活をシミュレーションしていた。その夜、げっそりした顔で帰ってきたユキトに、おめでとう。パパになるんでしょ？これ私からのお祝い。そう言って離婚届を突きつけた。ちょっと待ってくれよ。待たない。待つ理由がないもの。私、今週末にここを出ていくわ。結婚してから貯めたお金は慰謝料として全部私がもらっていくから。いや、ちょっと待ってくれよ。本当に俺の子かどうかわからないし。俺の子とか誰の子とか関係ないわ。そういう女性を相手にしたんでしょ？バカよね。噂では営業部の男性、かなりの人が彼女とお付き合いしてたみたいよ。でもあなたもやることやったんだから責任は取らなくちゃね。そう言い残して、私は通帳や印鑑などの貴重品だけ持って実家に帰った。その後ユキトは製造生産部に異動になり、今まで自分が営業で販売していた機器の製造や組み立てをしている。歩合給がない分、給料もかなり減ってしまったようだ。会社では営業が一番偉いと豪語していたユキト。今までは後輩だった営業に納期をせかされてヒーヒー言ってるとか。サリさんはお客様からの苦情やトラブルに対処するカスタマーサポート部に移動して臨月まで働いていた。色仕掛けで客に商品を売ったのはあれだけじゃないはず。自分のクレームを自分で受けるのはどういう気分かしらと思う。周囲の目もあって、二人はひっそりと入籍したらしい。
見えっ張りで変なプライドの高いユキトにとって、お尻の軽い女に捕まったバカな男という目で見られるのはかなり辛いに違いない。数ヶ月ぶりに遠くから見かけた彼はげっそりと痩せてしまっていた。さらには、サリさんは営業部のほとんどの男性に手を出しており、お相手にはユキトの他にも既婚者がいたらしく、前の事件が奥さん連中の間で話題になって、奥さんに詰め寄られた結果、白状した社員が何人か出たらしい。当然そっちからも慰謝料の請求があったそうだ。しばらくは二人とも働いては慰謝料を払い、働いては慰謝料を払い、ということになるだろう。お尻が軽いのは治らないからね。元旦那も苦労するんじゃない？生まれる子がゆきとくんに似てればいいけど。みのりはそう言うが、私の知ったことではない。サリさんは可愛い顔して相当ずぶとい女性だ。そうでなきゃ、社内の男性と片っ端から付き合うなんてできるわけがない。気の弱いところのあるユキトを捕まえて尻に敷いていることだろう。せいぜい頑張って妻子を養えばいいと思う。大変だったなあ。3年か。俺の想像よりは続いたかな。そう言って笑うのは幼馴染の正隆だ。結婚式は招待できなくてごめんね。思ったよりずっと小さい男でした。恋愛してる時って気がつかないものなのね。カズハは昔から好きになると周りが見えなくなるからな。そうね。好きになって夢中になって、しばらくするとあらが見えてきちゃって冷めちゃうのよね。男を見る目がないんだよな。すぐそばにこんなにいい男がいるのに。またまた、正隆のことをそんな目で見たことないよ。そう口にしてから、昔から彼の前では素の自分でいられたことを思い出した。いや、最近お袋がうるさくてさ、和葉ちゃん結婚ダメになったみたいだから、あんたアタックしなさいよって。お互い気を使わないで一緒に暮らせるのが一番なんだからってさ。確かにそれはその通りだと思う。一緒にいて気楽で楽しいのが一番だ。それに家は近いし、母親同士が親友だし、嫁姑問題も起きないだろ？言われてみればかなりの優良物件かもしれない。そう思って改めて正隆を見るとなかなかのイケメンである。胸がキュンとした。どうやらすでに恋をしているのかもしれない。こういうところは治らないみたいで自分にちょっとがっかりする。でも恋心が冷めても正隆となら楽しくやっていけるだろうと思った。じゃあ、結婚を前提にお付き合いしちゃう？そうだな。お袋たちに孫の顔を見せてやるために頑張っちゃうか。こういうの、東大元暮らしっていうのよね。いや、捨てる神あれば拾う神ありだろ。そんな身も蓋もないことを言って笑い合う。昔から家族同然の付き合いだったけど、本当の家族になるのはなかなか素敵だと思う。